おはようございます。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日は2025年の2月3日です。今日も帝国劇場にレ・ミゼラブルミュージカルを見に来ました。これが本当に帝国劇場でミュージカル作品を、今の現像の帝国劇場でミュージカルを見る最後の日だと思うので、私が立ちたい場所はどんな場所なのか、どんなお客さんがどんな気持ちで来てるのかとか、舞台に立ったらどういう景色が、音が聞こえるのかなとか、そういうことを全部もう一回感じて、いっぱい持ち帰って自分の身にして今日を満喫したいと思います。来たよ。来ました。拝見しております。見てください。これ来場者の方に配られてるみたいなバッグいただきました。すごい。さっき写真撮影を隣にいた方にお願いしたんですけど、めちゃめちゃ素敵な方でした。なんかエレガントで、私もこんな風になれたらいいのになって思った。今日は泣いても笑っても最後のこの2代目の帝国劇場だから、なんかここで食べたいなとも思うんですよね。あとは寮じゃないや、お家のみんなにお土産とか。じゃあ私これ食べようかな。ただいま公演が終わりました。帝国劇場で歌えました。楽しく歌えたのが嬉しい。見てきました最後みんなで、客席も歌えるとは思ってなくて、歌えたんですよ、帝国劇場で。それに感動して、なんかその自分の中では今日ここに来てて、いろんなその今日の過ごし方の選択肢がとか可能性があった中で、ここに来てて、それで歌えるっていうこと、歌えるのを知ってて来たわけじゃないし、自分の誕生日だから来たんですけど、数々の今日の可能性があった中で帝国劇場で歌えたっていうことが嬉しい。しかも歌う機会があったっていうことも嬉しいけど、今私が歌を取り組んでいて、ここで歌いたいと思って、私が尊敬する人たちと一緒に歌いたいと思って、そのために、来てるわけ。そのために毎日過ごしてる中で、
そのなんて言うんだろう、自信を持って歌うぞっていう気持ちで歌えたのが本当に嬉しい。この遠慮してとかじゃなくて、私本当に歌いに来たのっていう思って歌えたのが嬉しい。しかもまあ民衆の歌を最後に歌えたんですけど、今までの、2年前とか、もしくは1ヶ月半ぐらい前の私だったらギリギリずっと低い男性と同じ音域で歌ってたと思うんですよ。だけどおそらく女性の声の高さで歌えたのがすごい嬉しい。しかもカスカスな声じゃなくて、ちゃんと声帯閉じて自分が出したいと思ってるような声に近づいてる声で歌えたこと、最近できるようになってて、それを披露する機会がというか、早速腕試しできるというか、そういう機会が早速訪れた。しかも帝国劇場で。それが嬉しい。歌うことに遠慮しなかったし、なんて言うんだろうな、自信を持って、本当に自信を持って、私はやってるんだぞっていうやってるんだぞっていうか、そういう自負を持って歌えたのが嬉しい。しかも本当に良かったと思う。今も昔の私に比べたらだいぶ声帯閉じた音になってると思うけど、録音したかったよね。本当に録音したかった。でも最後明日はっていう時のわーもちゃんと声帯閉じて歌えたんですよ今街中だから遠慮してるけど、それをわー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 って歌えたのが最後ね、思いっきり気持ちよく、なんて言うんだろう、コンプレックスに思わないで歌えたのがめちゃめちゃ嬉しかった。嬉しかった。しかも私歌えるんだ帝国劇場でと思って、そのつもりでずっと最初から見てるから、自分が歌ってると思って見てるから、ついに来たこの機会と思って。しかも山田健人くんも同じ空間にいて、いやだから本当にこれは本当にそうなんだ、叶うんだって思った。日比谷シャンって来たけど休館日だったわ今日確かにそうだ、今日に限って休館日だわ。本当に来てよかった。本当に来てよかった。選ばれし機会というか、自分がこのつもりで来て、それのステップアップとなるような機会が今日実際に与えられたっていうのが嬉しい。今ね、みんな人がいるからだいぶ抑えめに喋ってるけど、マジで感動したもんね。やっぱり叶うんだって思って、5年後私はいるぞって思って、いろいろね思ったことあるんですけど、タタ
う者の声が聞こえるか列に入れよのところはあんまり音程とかも覚えてなかったけど、いやそのさ、音程は覚えてないとしたらしょうがないとして、じゃなくて声自体にはそのコンプレックスを抱かずに、そのなんて言うんだろう、歌いたいけど歌えないみたいな、そういう気持ちじゃなくて、歌いたいように歌えてきてるっていう気持ちで歌えたことが超嬉しい。超嬉しい。いやだって帝国劇場でだよ。実際座標的にいたのは観客席かもしれないけど、気持ちは立つと思ってやってんだから、私にとっては立ってるのと同じで、いや嬉しい。来てよかったマジで。てかこの本当に運命というかタイミングが合ってると思う。で今日パンフレット買ってみたら、山田健人君もその帝国劇場が改修される前に間に合ったことに運命を感じるって言ってて、私もそう思うって思った。私もそう思う。これミュージカル、私の場合は、ミュージカルを好きになることと、今日のねチケットを取れたこととかですけど、私もそうだと、私も間に合ってよかったって思ってて、ここ間に合ったからこそ5年後リニューアルした時とかに私は出れると思うし、私もそういう気持ちだなと思って来ました。それで歌えたってマジで最高だよ。本当に来てよかった。先週1回だけ行くのと今日行くのとで、帝国劇場で歌えるか歌えないか、その歌えるっていう機会に巡り合うだけでもすごいと思うんですよ。多分ね、いやわかんない、今までの公演がどういう感じだったかわかんないけど、なかなかないのかなとは思う。このカーテンコールで、いや千秋楽とか歌えるのかな、わかんないけど、なかなかないと思うし、実際先週まではなかったわけじゃん、今のレ・ミゼラブルの公演では。それで、まずその、カスカスな声だとしても、それは私が一生懸命やった上で今の時点での声がそれならそれで全然よくて、そうだったとして歌えてもそれも本当にすごいことだけど、今日私は今までとは違う声今できるようになってると自分では思ってる。この今までとは変わったこの声帯が伸びるようになったね声、高音というか、真ん中のソラシドらへんがこうくるってひっくり返らない、裏声にひっくり返らないで、こう声帯が伸びて口が開いて、それで強く出るっていう、そういう音で歌えたで一個の成果じゃないですか。舞台で劇場でできたっていう、それをみんなね、隣とかにも人がいるわけですよ。だけど、もちろん恥ずかしがらないで、自分がここに立つんだから、今は今の歌がそのステージに立ってる人たちぐらいとは思わなくても、私はそこを目指してる、私はそこに立つっていう、そういう私で歌えたのが超良かった。本当に良かった。本当に嬉しい。小さな進歩かもしれないけど、その音域が届いたこと嬉しいし、その低い声というかオクターブ下というか男性とかの音に、逃げなかったっていうか、1回ね、2回目の列に入れよのところは
試しに低い方で一回歌ってみたんだけど、それでも高い音でできそう、歌ってみようと思って歌えたのが本当に良かった同じことしか言ってないけど、めっちゃ良かった。歩いてたらなんか銀座に来たわ。すき家橋だ。そうか、私帝国劇場で歌ったんだな。その内容が良かった。悔しい。多分今までの、この志は持ちつつも、できないっていう、隣の人よりも下手くそじゃん私っていう歌い方だったらめっちゃ悔しかったと思うんだけど、それもいいんだけど、私はこの、2年とか特にこの3ヶ月の間になぜか変わってきたことの成果が出るようになったのが超嬉しい。ちょっとね、今人生最大の肌荒れをしてるからニキビ多くて申し訳ないんだけど、しかもヒゲも剃ってくんの忘れたからごめんって感じなんだけど、最後みんな役者さんたちがこうカーテンのね後ろに下がっていくときにありがとうって言ったんですよ、でかい声で。みんなそういうわーって言うようなタイミングで、その時に隣にいた人がわー通る声みたいな感じで言ってくれたのが、嬉しかった。お世辞というかわかんない、なんていうか、お世辞と思う必要はないけど、その本当に心からの声じゃないとしてもそういう風に例えて声に出してくれることが超嬉しかった。なのでそういう感想を持つとは思ってなかったから、いやマジか、本当予想してなかった。本当に予想してなかった。マジで来てよかった。入れよ戦う者の声が聞こえる。でもこれもまだようやく普通の人のスタートラインがもうそろそろですねくらいの感じなんですよ。ようやく普通の人と同じぐらいのスタートラインが、普通の女の人っていうかが見えてきたぐらいのだと思うから、まだまだやることはたくさんあるし、帝国劇場でに立ってるね演技をしてる俳優さんたちを見て、自分がそこに立つためには今のままでもっとできることあるなって思ったから、その気持ちを確認できたっていうか、本当に私立てるというか立つから、これから今の例えばなんていうんだろう、環境というか使える時間とかに、不満があるわけじゃん。本当はもっと音楽とミュージカルに浸っていたいわけじゃん。自分がやると決めたことがあるんだから。でも現状そうじゃないというか、できてないというかなわけじゃん。でもそれを変えられるじゃんって、なんていうんだろう、現状をベースに考えるんじゃなくて、理想とか目標を決めればそっちに合わせて決めればそっちに変えていけるじゃんっていうことを思い出して、仕事もお世話になって本当にありがたいけど、自分は自分の
でこの自分を引っ張っていける気持ちとか考え方とかあるから、それも大切にしようって思いました。一回切ります。あとわからないけど俳優さん見に来てたかな。近くでさ見たことないから、その同じ高さのところに立って見たことないからわからないんだけど、でも今のなんだっけ、次その東宝系のミュージカルで主演やるじゃないですか。それで見た感じとはちょっと違かったから、違うかな。でもなんか私が見たことある中でこう顔パッて見て思ったんですよ。だからそうかもしれないし、いや別の方かもしれない、別の俳優さんかもしれないけど、おそらくプライベートで見に来てらっしゃってる俳優さんだったのかなと思います。この時間に帝劇に戻って、できれば写真を撮りたい。全身でYouTube をやってることの効果として一つ思ったっていうか、最初そのつもりで忘れてたんですけど、やっぱ人の目がある、もうさらされてると思うとちょっとはね。待って、丈太郎くんがいる。すごいぞ。というわけで今までね、通勤してる時に池袋のルミネでこうバス降りて JR 乗るまでのところに、そのちょうど入り口のところにサマンサベガお店があって、やばい、どっちから来たか分からなくなった。バレンシアガがあるからこっちかな、こっちだ。あって、最近まで1月28日までかな、ちょうどなんか水亀座の期間あるんだとか思ってたから、なんか通勤途中に丈太郎くんに会えるの嬉しいなと思って見てたんですよ。でもそのあると思った3日後ぐらいからもうなくなっちゃってて、なんか期間終わったんだなって思ってたら、さっき言ったとこでやっぱり店のっていうか、その建物のもう正面に丈太郎くんとディオ様いて、で話聞いたら、なんかその池袋で私が見てたやつがどうやら先行販売だったらしくて、全国でも3カ所、梅田と博多と池袋だけかなだったらしくて、それが終わったから、なんかサプライズ的な感じじゃないけど、急遽他の場所でも販売することになって、なんか少ない在庫で今残り少ないんですけどみたいな感じでやってたらしくて、わあここでもあった。しかもお誕生日だよ今日私。それで丈太郎くんと会えるなんて嬉しい。買わないけど可愛いなって思うし、そのミュージカル、ジョジョのミュージカルもきっと何年後かにここの近くでやるからみたいな話をお姉さんとして、そしたらなんか、誰が好きなんですかって言われて、この丈太郎くん、私が歌教員くんのバッグを手に取ったから、ハートのハイエロファントの、ハイエロファントじゃないや、ハイエロファント、このキャラが好きなんですかって言われて、いや私はこの丈太郎くんが好きでって言って、そうなんですねみたいな。でこの私のバッグについてる和也くん見て、ちなみにこの子が一番好きなんですかって言われて、そうです、テニスのですかみたいな言われて、そうです、テニスの王子様の徳川くんって言うんです。いいですね、渋いですねって言われて、渋いんだって思ったけど嬉しい褒め言葉で、実はその徳川くんと丈太郎くん声優さん同じなんですよって言ってとか、そのミュージカルこれからきっとジョジョやると思うし、私が出たいと思ってるとかそういう話はしなかったけど、この近くでやるからそういう時に持ってけたらいいですよねみたいな話してたら、
その写真撮りますよって言ってくれて、写真撮ってくれたの嬉しかった写真撮ってほしそうな見た目に多分見えないと思うんですけど、写真撮りますよって言ってくれたの嬉しかったな。嬉しかった。お誕生日なんだよ。丈太郎くん、こういうのに会えるっていうのは本当に嬉しいことだから、嬉しいな。丈太郎くんここにいたんだ。そう、しかも丈太郎くんだからね、丈介くんとかじゃなくて、丈介くんでもいいけど、丈太郎くんっていうのは私にとっては大切、意味があるから本当に嬉しい。でも何回かもう有楽町テニミューのね、去年というか2023年の11月にテニミュー秋の大運動会の時も有楽町来ててね、あとはこの動画にも YouTube にも残ってるけど、プラネタリウム、有楽町に電子ピアノ買いに来た時のプラネタリウムのとか残ってるから、残ってるっていうか来たんですけど、あとそっか、ここ日比谷にはテニスの王子様の映画も見に来てるから、結構なんだかんだここら辺来慣れましたね。インペリアルプラザ、素晴らしい、素晴らしい。宝塚の劇場、待って、好きだ。わあ、嬉しいな。東京宝塚ビル、コスメの日。っていうか晴れましたね。最初お昼ぐらい曇りだったけど、すごいいい空してる。帝国劇場に戻り、ずうずうしいとしても、もうこの建物は改修されちゃうわけだから、私の今の時点での写真を残しておきましょう。大好き、本当に毎日来たい。毎日1週間に1回ぐらいは来たいかも。なんかさ、神社に来たみたいなさ気持ちになるんだよね。昨日東京ドーム行ってきたんですけど、ライブに。それもその終わった後の感じがすごい良かった。こう、非日常だったなみたいなとは思ってないけど、多分感想をまとめるとそういうことになって、なんか今日あったこととは思えないなみたいな感じで、その夜ね、なんかのんびり過ごすっていうのがめっちゃ良くて、それも良かった。それも、こんな風な毎日がいいなって思って。だけど本当にここ大好きだわ。本当になんか一番好きってわけじゃないけど、とても好きというか、いっぱい行きたいというか、なんかあるごとに行きたい感じ。いつでも来れる時に行きたいなって思う。でもそれも私がテニミを見てね、まず私が2022年の7月8日に日本青年館ホールでテニミをね見た時に、私もこれを日常にしたいなと思ったんですよ。日常にしたいと本気で。その、ミュージカルとかエンターテインメントって、非日常的な空間を作ること、体験を作ることがとも言えるじゃないですか、その仕事としては。だけど私はこれをその年に何回かのご褒美とかじゃなくて、
私はこれを日常にしたいってマジで思ったんですよ。だから仕事にしたいなって思う。本当にそれを非日常だと思いたくないし、思わないでそれを仕事にしてる人がいるんだから、そうしたいなって思ってて、こういう気持ちになるとやっぱ選んでよかったなって思うし、本当に出るようになったらどういう風に楽屋に入るのかとかスケジュールとか全然わかんないけど、公演の期間とか稽古の期間とかは毎日ここに来れるわけじゃん。それが嬉しいよね。なんか本当選んでよかったって思う。なんか最後と言いつつ、なんかちょくちょくここら辺で帝国劇場的なイベントはこの5年間ねある気はするんですよ。他の東宝の建物があるわけじゃん。だからある気はするけど、なくなっちゃったらさ、もう戻せないから、やれることは替えが利くかもしれないけど、そんなに惜しむことではないかもしれないけど、やれることはやっておきたい。頑張れ。せっかくなのでね、この画角でお撮りします今の私はこんな感じです。見返してほしいな。ちょっといっぱいニキビあるのは多分生活が変わったからだということで許してほしくて、口の形とかをねこうやって開くようになったのはこれが初めてなので、舞台に商業ミュージカルに出るようになった私はこれを見て、この時から本当に考えてたんだねって振り返ってください。なんか場所が好き、もうここにたむろしてたいと思うもん。私結構この場所への愛みたいなあるから、名残惜しというか、なんか今日このままちょっとだけ感想を話すと、前回は、人で言ったら清水美依紗ちゃんがやってるエポニールにこう共感というか自分を重ねてたんですよ。だけど今回はマリウスにめっちゃ感情移入というか、自分はマリウスみたいなんだなって思いました。それが前回とは違うところ、パンフレット読んでマリウス役の3人のこの解釈っていうかを見たのも影響してると思うけど、なんだろう、前回は山田賢人君が出てるっていうことに一番なんて言うんだろう、関心がいってたから、物語がどうこうとかあんまり思ってなかったけど、あの出会いでこんなに好きになっちゃうんだっていうのを思った時に、マリウスにとってコゼットってどんな人っていうか、どれほどのことなんだろうって思って、そんなきっと人生が変わるような、お互いね、コゼットも新しい人生が始まった気がするみたいなことを歌ってたし、多分マリウスにとっても
なんか人生が変わるような出会いだったと思うんですよ。それってその感じ私じゃんと思ってなんかいやエポニーヌとかよりも私じゃんと思って、あ、私が重なるんだっていうのを思って、それが意外でしたね。いやわかんないけどね、その自分にとってのこのマリウス役で出てるケントくんじゃなくて小野健人くんとの、いやまあ出会いって言っていいのかわからないけど、テニミューとかのね出会いと似てる感じなのかなって思って、まあ同じではないかもしれないけど時代の背景とか、まあ、置かれてる状況とか違う、置かれてる状況っていうかその気持ちの種類はちょっと違うかもしれないけど、その出会いの大きさとかそれが与えた本人たちに与えた変化っていうのでいくと、私と似てるなって、私と似てるなっていうか普遍的なものを書いてるから、まあ、こうやって読み継がれてるというか普及の名作みたいになってるわけで、私だけが似てるなってわけじゃないんですけど、そういうことじゃなくて私が重ねられるのってマリウスなんだ、そこっていうか私この物語に自分重ねることできるんだって思いましたね。それが前回とは違うことだ。前回はあんまり思ってなかった。だからまあ会合する場所みたいなところでマリウスとかがこう、まあなんていうか思い悩んでるって、まあ、何も喋らないところとかあるわけじゃん。みんながこう血気盛んにやろうぜみたいになってる中でエポニーヌじゃないやコゼットのことを一人考えてるわけで、もうそのことで頭がいっぱいで、こんな、まあ、命がなんて言うんだろう、命がけで戦わなきゃいけないような感じの状況の時に、まあ、天秤にかけるというか、それがどうでもよくなるくらいってわけじゃないけど、そこにこう並んでくるような、そんなに一瞬でそんなに大丈夫ですか、ごめん気づかなくてで手を差し伸べて、一瞬でそんなに運命的な出会いになったんだって思ったら、いやそれはすごいなとも思うし、でもなんていうか、まあ自分もそういうところあるかと思って、このミュージカルとかの出会いとかのこと考えたら、なんていうんだろう、まあ、似てるなっていうか、自分の経験を引き合いにして、じゃあマリウスとコゼットも私で言うとこういう気持ちだったのかなっていうのの理解ができたのが今日の収穫だったかなって思います。写真を撮る時にお願いしてくれたお姉さんにちょっと話しかけてちょっと喋りました。嬉しい、なんかこうやってミュージカルの話できるのが。見て、月がめっちゃ綺麗。なんか普通かもしれないし、あんまり普通じゃないのかもしれないというか、まあ程度の違いはあれどみんなこういうのあるかもしれないんだけど、なんか飛行機とか遊具とかそういうのに恋愛的な感情を抱く人っていうのがいると、何年も前の英語の新聞でね見たことがあるんですよ。なんだろう、異性愛者同性愛者だけではなく、そういったなんか構造物とかにへの愛を持つ人もいるよみたいな、オタクっていう意味じゃなくてっていうのを見て、なんか私もそれなのかなってちょっと思ったりしたくなるっていうか、なんかそうなのかなって
思いそうになる。なんかこの場所が好きだなって思うと、なんかそういう好きなんじゃないかなって、なんかみんなが思うこの場所好きとかっていうのと同じ気持ちなのかなってちょっと思ったりする。一旦カフェ行ってもいいの。それでもう一回戻ってきた時にあの人がいなければ歌うという、そういうことでもいいかもしれない。マジで最高。見て。ここさ、何？私一回も来たことないんだけど。これ何？東京駅前大好き。東京駅と東京駅前大好きなのに、ここなんだか全然わかんない。見て、こういう場所大好き。すごい。何？ここさ、これ何？なんかさ、梅田駅みたいなさ、そういう構造になってない？しかもさ、この連絡通路みたいな、渡り廊下みたいな、渡るとしたら怖いかもしんないけど、こういうのががっつりつながってんのとかさ、めっちゃいいんだけど。ビッグカメラあるってことは、これなんとかフォーラムってやつなの？そういうさ、なんかフォーラムっていろいろさ、柱に巻きついてるからさ、最高なんだけど、ここめっちゃ好き。なんかこういうとこで過ごしたい。なんかさ、今なんだっけ、クリスピードーナツみたいなところにいるんですが、2年前ミュージカルに出るぞって決める前の2年前もこのドーナツ買って前祝いしたわ。このバレンタインのやつめっちゃ思い出した。多分そうだわ。ということで、ここで一旦休憩します。やったー、ドーナツ。和也くんありがとう。丈太郎くんにも会えたし、本当嬉しい。嬉しい。好きなもの食べられてありがとうございます。ありがとう。戦う者の歌が聞こえるか、鼓動がのドラムと響き合えば、あなたに熱い命が始まる。明日が来た時、そうさすが列に入れよ、我らの味方に。砦の向こうに世界がある。戦え、それが自由への道。戦う者の歌が聞こえるか。いずれ大観衆の前で歌うんだから頑張って。まあ迷惑にならない程度に。戦う者の歌が聞こえるか、鼓動がのドラムと響き合えば、あなたに熱い命が始まる。明日が来た時、そうさすが明日ははい、終わりにします。帝国劇場ありがとうございました。宣言したいと思います。帝国劇場がリニューアルしてオープンしたら、私もここに立って歌います。私の目標は、自分の歌で心も体も震わせるような歌を歌って、今泣いてる人、元気がない人に元気を、エネルギーを生み出して届けることです。生きててよかったって思うような歌をお届けします。
どうぞご期待ください。ありがとうございました。見てるかい。何が先に叶ってるのかわからないけどなんか楽しいなって思います。こうやって本当にちょっとずつ現実になっていくのは夢叶えましたので、そうやってちょっとずつ叶っていくのを楽しみながら、本当にこれ楽しいことだから、まあね、現実とっていうか悩むこととか、もしかしたらあるかもしれないけど、人の意見よりは自分の楽観的なこの確信とか予感とかポジティブな、いやいやいけるってこのまま楽しんでたらっていうのを大事にしてください。家族、先生、友達、幼なじみ、いろんな人に感謝を返していってください。ありがとうございました。帝国劇場出演おめでとうございます。みんなの夢も応援できるように私が流れ星になるんだよ。